皆さんこんにちは。今回は宮城県釜崎温泉湯主一条をご紹介します。釜崎温泉の開湯はなんと室町時代、木津に釜崎と言われた奥羽の名湯です。湯主一条の本館は大正時代建築の登録有形文化財。まさにタイムトリップといえる感動の宿泊でしたので、ぜひチャンネル登録の上最後までご覧ください。さてこのチャンネルは私が実際に宿泊した宿について館内全体からチェックイン、お部屋、お風呂、食事、チェックアウトまで臨場感のある動画を目指しています。特に温泉についてはなるべく実際に入浴してお湯をご紹介するようにしています。一通り見てもらえば宿の全体がわかるようにしていますので、皆さんのホテル選びの参考にしてもらえると嬉しいです。自家用車の場合、駐車場は宿と離れたところにあるため、到着時連絡することによって送迎してもらえます。こちらの車に乗せてもらって宿へ向かいます。1、2分で到着します。車に乗り込んだところから一条の森へのタイムトリップは始まります。道中、運転手さんから概要を簡単に説明してもらいながら急坂を登って宿へ向かいます。左には本館の古い建物が見えてきてワクワクしますよね。個人的にこのような歴史を感じられる宿が大好きです。この後、温泉や宿の歴史の詳細とともに一条の森をたっぷりとご紹介します。湯主一条に到着しました。釜崎温泉は約600年前の室町時代、木こりが釜の先で岩を打ったところ、温泉が湧き出たところから名付けられました。湯主一条は戦国時代、今川義元に仕えた一条一兵衛が創業した老舗旅館で、本館は国の有形文化財に指定されています。こちらが宮城県最大級の国登録有形文化財一条本館です。木造一部4階建て、釘を1本も使わず4階までの通し柱を使用した工法で、裏山の良質な木材を使用し、宮大工により建てられたとされています。木材もガラスも大正時代のものがそのまま残されており、窓ガラスには独特の歪みが見られます。本館は宿泊はできませんが、現在もお食事処として実際に使用されています。この渡り廊下は時の橋、モダンな別館側から大正時代の本館側へタイムトリップする橋となります。時の橋は2カ所にあり、食事の回数により渡る橋が変わってきます。今回は上の橋を渡りましたが、実際に橋を渡るところは後ほどご紹介します。左が本館、右が別館となっています。全体が非常に歴史を感じられる素晴らしい建築物になっています。お部屋があるのは一条別館となります。湯主一条は全24室、別館はモダンな作りになっており、本館とのコントラストがいい感じです。エントランスです。木造りの重厚なエントランスになっています。すぐ目に入るのがおかみさんこだわりの生け花です。エントランスから本館まで一条の森と称されており、とてもいい雰囲気で宿泊者を出迎えてくれます。こちらはおかみさんこだわりの生け花。今回はとても珍しい冬アジサイのお花を見ることができました。季節によって変わっているようですので、気になる方は説明欄にある一条のホームページからおかみさんのブログをチェックしてみてください。館内にはこだわりの一品が並び、見ているだけで楽しめます。こちらもこだわりの波動スピーカー。お庭の見える開放的なロビーラウンジです。和と洋が融合したとても居心地のいいスペースになっています。こちらでチェックイン手続きを行いました。こちらの着物は東日本大震災で被災した方からの寄贈品ということです。旧一条、歴史を感じますよね。こちらは一条家の家紋。展示スペースのように見えますが、こちらはショップです。
有料ですがとても綺麗な色浴衣を借りることができます。地元白石や宮城のお土産お菓子、フレグランス、小物などさまざまなグッズが販売されています。おしゃれなマスクなどがありました。お部屋にも浴衣はありますが、廊下にもさまざまなサイズの浴衣が用意されていました。バー辻り、こちらは夜来ましたので後でご紹介します。自販機コーナーがありました。チェックインです。到着時、宿の皆さんにお出迎えいただきました。妻がおかみさんからお花の説明をしてもらっています。ロビーラウンジでチェックインです。宿帳になりまして、お名前とご住所、お電話番号を確認しまして、ご署名と、あとお連れ様のお名前、お二人様こちらにですね、ご記入お願いいたします。ウェルカムドリンクはアップルジュースでした。お部屋まで案内していただきました。スイートルームは木造別館3階にあり、1畳の中では最も奥にあるお部屋の一つです。途中階段の上り下りがありますので、足の不自由な方はご注意ください。こちらがですね、スイートルームのフロアということになってまして、今回僕らが泊まるのはこちらの555湯主スイートというお部屋になります。ちなみにね、あちらの方にはもう一つのねスイートルームの1畳スイートというお部屋があります。キーホルダーはねこんな感じで、鍵こんな感じになってます。お部屋に入るとこんな感じでかなり開放的なね空間になってます。まずはこちらのね洗面トイレの方から行ってみたいと思います。こちらの洗面からですね、奥に内風呂があるんですね、実はね。それからトイレと、あとはこちらドライヤーなんかが置いてあって、ドレッサーのようなスペースになってますけれども、結構広いですよね。洗面ですけれども、こんな感じでね、こちらが女性用の化粧品ですね。それからこちらが男性用の化粧品で、こちらはポーラのガチというものが用意されてますね。それから一般的なアメニティがね1人分ずつこんな感じで用意されてまして、歯ブラシと櫛と、あとは綿棒とかねコットンセットとか、そういったものが用意されてますね。こちらがボディウォッシュタオルという風になってます。あとティッシュがありますね。そしてこちら内風呂ですけれども、内風呂もねかなり広くなってまして、それでこちらご覧ください。これ実はね本物のバラなんですね。でこれを湯船に浮かべて入っていいですよというふうに置かれてました。もちろんこちらの内風呂で使ってもいいですし、お部屋のね半露天風呂の方で使うこともできると思いますけれども、非常に気遣いが嬉しいですよね。でこちらの内風呂に関しては温泉ではありませんので、通常の沸かし湯ということになってます。こちらにシャンプーやトリートメントがありますね。それからシャワールームのようになってますけれども、実は半露天風呂の方には、洗い場がありませんので、お部屋の中で体を洗うにはこちらの内湯で洗うということになりますね。そしてこちらがトイレということになります。トイレは一般的なねウォシュレット付きのトイレということになってますね。こちらにはドレッサーのようなスペースがありまして、シンクもあってお水も出るということですね。こちらの洗面の黒い石は宮城の大倉山でしか採取されない立冠石と言われる石で、磨くと黒光りする大変希少な石だということです。玄関の踏み石や一畳スイートの露天風呂などにも利用されています。ダイソンのドライヤーが置いてあります。でこちらはねセンサーでつくような、鏡になっているということですね。こちらにはガウンが置いてますね。
ほかほかハンガー、暖かくなるようなね、そういったハンガーですよね。この辺のやはり北国ということもありまして、この辺の気遣いは嬉しいですよね。そしてこちらがね、8畳の和室ということになります。まずはちょっと奥までね行ってみますけれども、外はこんな感じになっています。いわゆる景色というよりは少しこんな感じでね、お庭のようなそんな感じになっているということですよね。改めてお部屋を見てみますと、こんな感じになってまして、かなり開放的なね作りになってて、この和室に関してはそこに扉はないんですよね。で、左側に露天風呂があって、奥にはちょっとベッドルームが見えますけれども、こちらのお部屋は、琉球畳のような小さめの畳が8畳分ありまして、真ん中には丸テーブルがあって座椅子が用意されているという感じですね。で、テレビは、比較的小さめのテレビなんですけれども、下の方にちょっとスピーカーがしっかりついてて、なかなかちょっと凝った感じのねテレビになってます。で、その下には DVD 置かれてまして、 DVD のディスクのレンタルもされてるみたいですね。そしてこちらにはねクローゼットがありまして、こちらは大浴場にね持っていけるタオルセットといいますか、床具のような感じのセットになってますね。それからセーフティーボックスがあって、こちらにはバスタオルがありますね。そしてこちらに釜っていう字と先っていう字がねついてます。釜崎温泉の、文字だと思いますけども、あとはこれもね部屋着のような感じの服になりますね。からこちらにジンバウリと足袋が置いてあります。こちらにはねポンチョということで、これも館内でね着て歩けるかなり厚手のあったかそうな服になってます。そしてこちらがハンガーになってまして、これかわいいですよね。これ女の子用のね斑点ということですね。それではベッドルームに行ってみたいと思います。で、こちらのお部屋はね全体で73平米ありますので、結構広いですよね。ベッドルームとリビングと、お風呂の広いお風呂がありますので、なかなか広さがありますよね。で、ベッドこちらはねかなり大きめの、クイーンサイズのベッドが2つということで、ベッドそのものはねシモンズ製のベッドということになってますね。この辺のねベッドスローのようなものもおしゃれになってますよね。そして、壁にはこんな感じの飾りがされているということですね。こちらのね、灯籠のような提灯のような、これもおしゃれですよね。あとはこちらにネスプレッソのコーヒーメーカーがあります。こんな感じでカプセルも用意されてますね。それからこちらですね、このスピーカー Bluetooth スピーカーですけれども、15万円ぐらいするようなそういったスピーカーだそうです。非常に高価なスピーカーが用意されてます。下には CD のデッキがありまして、こちらに CD を入れて音楽を聴くこともできますし、あるいは Bluetooth でね直接スマホからこちらのスピーカーに飛ばすこともできるというふうになってました。で、こちらにはね小さめのテレビが置かれてます。ここにはねこういったケーブルとか、あとはこれDVD の貸し出しの DVD ですね、それの一覧が書かれてました。こちらには、グラスとカップですね。日光というブランドのカップになってます。で、こちらにはケトルとか、お茶っ葉のセットがね置いてあります。そして冷蔵庫ですけれども、ミネラルウォーターが用意されてますけれども、こちら面白いんですよね。これお茶菓子なんですけれども、お茶菓子をね冷やしておいてくれてるんですよね。こういったお茶菓子ですね。種なし梅とかね、こういうのを冷やしておいてくれてるので、これ後でねいただきたいと思います。そしてこちらにはねテーブルとチェアがありますね。こちらのね iPad がちょっと特徴がありまして、一条のねこの歴史とかそういったものが書かれてます。で、館内ですけれども、基本的には本館、別館、木造別館というふうになってます。本館はね1階、2階、3階、一応4階建てということにはなってるんですけれども、今はねお部屋としては使われていないようですけれども、別館については
僕らが今いるのはこちらのね湯主スイートですね。で隣が一畳スイートということになります。で他にセミスイートとか、あとは一般的な客室もこういうふうにありまして、こちらの111から115と211から215のお部屋は本館のね真正面にあるお部屋ということで、そういったお部屋を見たい場合にはこの辺のお部屋を指定するといいと思いますね。大浴場はこちらの洞窟の湯と言われるような大浴場と、こちらには薬湯と言われるような大浴場が2つあります。どちらもですね撮影の許可をいただいて撮影することができましたので、こちらは後でご紹介したいと思います。それからお部屋で Wi-Fi が使えます。通信速度もね 66Mbps ありますので、十分かなというふうに思いますね。お部屋のお風呂の泉質がこちらに書いてあります。露天風呂の泉質ですけれども pH が 7.8 の低調性弱アルカリ性冷光泉というふうになってます。冷光泉って結構珍しいと思うんですけれども、一般的にはお湯の温度が低め、25度以下の場合には温泉とは言われないんですけれども、泉質によっては温泉というふうになります。で今回泉温がね 10.7 度という非常に低い源泉になってますけれども、これも成分によっては温泉と呼ばれるということですね。でこちらですけれども、加水はしていませんけれども加温はしています。循環ろ過もしていませんので源泉かけ流しとなっています。でこちらの源泉に関しては大浴場の露天風呂をですね、洞窟の湯と言われるような露天風呂と同じ源泉を使っているということになります。さてそれではお楽しみの半露天風呂行ってみたいと思います。こちらね障子で仕切られてますが、実はこちらのお部屋からね半露天風呂がこんな感じで見えることができるんですけれども、ちょっと曇ってますけれどもね。そしてこちらがねお部屋の半露天風呂ということになります。お風呂自体はね結構広めのお風呂になってまして、奥の方に景色といいますかね、少し外の景色が見えて、で窓がちょっと開くような形になってますね。でお風呂はね広めのお風呂で、大人2人3人ぐらい入れそうなそんな感じのお風呂になってて、全体が石でできてますけれども、上にはね木が縁取られてますよね。洗い場はないようですので、お部屋の中で体を洗いたい場合にはお部屋の内湯の方で洗うということになりますね。でこちら窓は大きめですけれども、この窓は開かないようになってますね。そしてこちらにはね小窓があって、こちらは開くようになってますので、ということで半露天風呂ということで非常に雰囲気のいいお風呂になってますよね。こちらはねまた後で入ってみたいと思いますので。ということで湯主スイートのお部屋でしたけれども、いかがでしたでしょうか。はい、それではお部屋の露天風呂入ってみたいと思います。生のバラですね、それをちょっと入れてみました。なかなかいい雰囲気になりますよね。ちょっと見えにくいかもしれないんですけども、今ちょうどね雪が降ってきてて、こんな感じですごくいい雰囲気のね雪見風呂になってるんですよね。これ逆にでも完全な露天風呂だとちょっと寒くて大変かもしれないので、開かない窓ということではありますけれども、半露天のようなこうやって景色がよく見えるお風呂の方が冬はねいいかなという感じはしますよね。そしてお湯ですけれども、こちらの洞窟の湯、若干ねツルツルするような感じのね湯で、弱アルカリの冷光泉、10度前後の非常に冷たいお湯なんですけれども、冷たい水なんですけれども、それをね加温して100% 源泉かけ流しで入れるということですね。なかなかね珍しいタイプのお湯かなと思います。無色透明無臭で非常に綺麗な透明な感じのねお湯になってますね。はい、こちらが家族風呂の脱衣所ということになりますね。やっぱりね家族風呂ということでかなり小さめのね脱衣スペースになってまして、
こちらの化粧品のようなものも置いてありますし、あとはアメニティもしっかりと揃ってますよね。ではちょっとお風呂を見てみたいと思います。こちらが家族風呂ということになりますね。一応ね、窓はありますけれども、ちょっと外は全く見えないような感じで、基本的には石のねタイル張りのお風呂ということになってますね。でこちらには洗い場も用意されてます。はい、それでは貸し切り風呂入ってみたいと思います。結構ね深めの湯船になってまして、こんな感じで足を伸ばしてもね反対側までは届かないぐらいの、1人で入るには十分かなという感じですけれども、ちょっと幅がないので2人以上入るのはちょっと厳しいような感じはしますね。お湯の温度はねちょうどいいぐらいに調整されていて、お湯に関してはね無色で透明で無臭というお湯にはなっていますけれども、源泉 100% かけ流しということになってますね。こちらから源泉が流れているということになってます。貸し切り風呂、家族風呂のいいところっていうのは、他の人が入っていないお風呂にね1人で入れるというところでして、こちらのね1畳の貸し切り風呂は値段もかなり安めで、それで1日借りれるんですね。仕組みとしては1日2組で、交代といいますかですね、空いていれば使うことができるということで、1日自分の家族専用というわけではないんですけれども、ほぼプライベートな使い方ができる貸し切り風呂かなというふうに思いますね。値段も安めですので、借りてみたい方はぜひねお勧めしたいと思いますけれども。薬湯は600年近くにわたり多くの人々の傷を癒してきた奥羽の名湯とされています。薬湯は男湯女湯があります。まずは男湯をご紹介します。こちらが薬湯の男湯ということになります。pH が 6.8 のナトリウム塩化物硫酸塩泉で、泉温がね27度と低めなのがね特徴ですね。そして加水も循環ろ過もしていないかけ流しのお風呂ということになってます。天然 100% かけ流しの温泉ということになってますね。ではちょっと行ってみたいと思います。こちらが薬湯の男湯ということになります。湯船はね広さ的にはそれほどではなくて、5、6人ぐらいでしょうかね。で、全体石でできていて、お湯はねこう見た感じ無色で透明ですね。特に今触った感じではツルツルするとかそんな感じも特にないようですけれども、外の景色もね特に見えるわけではなくて、こんな感じの網がかかったような、そんな曇りガラスのようなそんな感じになってますね。洗い場は3つありますね。続いて女湯をご紹介します。女湯の脱衣所です。男湯と比べると少し狭くなっています。女性の薬湯です。男性の湯船より少し小さくなっていますね。洗い場は3つ用意されていました。石とタイル張りになっています。お湯は同様です。薬湯の前には湯上がりどころがありました。比較的広いスペースになっており、真ん中に畳敷きの腰掛けがあります。下にはこけし、上には宿の歴史の写真や表彰の盾などが展示されています。こちらはライブラリーのようになっています。続いて男女の洞窟の湯をご紹介します。男性は2階、女性は3階にあります。まずは男湯をご紹介します。こちらが男性の露天風呂ということになっています。洞窟の湯というお風呂ですね。こちらが洞窟ですね。大正時代に手掘りした洞窟ですというふうになってますね。
こちらが洞窟の湯ということになります。基本的にはね、石とタイルでできたお風呂で、ただ上にこう木の縁取りがねされてますよね。広さもまずまずあって、男性5、6人は湯に入れそうな、それぐらいの広さのお風呂になってますね。で、奥の方、景色というわけではないですけれども、大きいガラスがあって、一応外のね景色が見えるというふうになってますね。そして洗い場もこちらに4人分ありますよね。こちらにはねさらに露天風呂があって、石とね岩でできたようなそんな感じの露天風呂になってますね。大人 3,4 人入れそうな感じのお風呂で、屋根もねかかってはいますけれども半分開放されていて、露天の雰囲気は十分かなという感じには見えますよね。続いて3階にある女湯をご紹介します。女湯の脱衣所です。男性とほぼ同様となっています。湯上がりの冷水も用意されていました。女性大浴場の内湯です。男性の大浴場より若干小さい印象です。石とタイルの湯船になっています。洗い場は5つありました。女性大浴場露天風呂です。石のお風呂で上に木が縁取られています。周囲は雑木林のようになっています。洞窟の湯は加温が必要なかなりの低温泉というのがユニークですよね。洞窟を手掘りしたという歴史を考えながら入ってみるのもいいかもしれません。お楽しみの夕食です。夕食は本館の個室料亭松庵でいただく森の晩餐。案内していただいて時の橋を渡ります。まるでこれからタイムトリップするようでワクワクしますよね。こちらが時の橋、向こうには大正時代が見えます。登録有形文化財の個室料亭松庵です。説明をしてもらいながらお部屋まで案内してもらいます。大正時代末期から昭和初期にかけて、釘を一本も使わずに建てられております。ガラスも当時のままで歪みになって空気が混じっております。歪んだガラス、ミシミシする廊下、薄暗い障子の明かり、まさに大正時代を感じられ、すべてが感動的です。食事もミシュランガイド宮城三つ星の素晴らしいものでしたので、ぜひご覧ください。おお、いい雰囲気。ようこそいらっしゃいました。お願いします。照明は薄暗く調整されており、障子を通して外の気配がします。部屋の隅には火鉢がありました。床の間と棚があり、おそらく以前はお部屋だったのではないかと思われます。ランプもいい感じです。こちらがメニューですね。森の晩餐ということで、こちらのねメインの焼き物は黒毛和牛のヒレステーキとサワラの焼き物から選べると。それから鍋物もね、霜降りの豚の鍋とかぶり鍋、あとはてっちり鍋、この辺から選べるということでしたね。こちらのコースターも凝ってますね。湯主一条。こちらがドリンクメニュー。丸盛り単語、丸盛りの
ビール、はい、地ビール、おお、なるほど。こちらがお子様メニューですね。巻き寿司と、これは豚肉のサラダですかね。それから牛肉の焼肉、これはデザートフルーツですね。あとグラタンと卵焼きと煮魚かな。あとはお刺身と唐揚げ、すごい豪華です。こちらが前菜ですね。カリフラワーのチーズ寄せということですね。こちらがマダイの昆布締め、味がついてるんですね。雪だるま芋寿司、雪だるまになってるね。これがスケコ2個盛り、スケソウダラの卵、これが炙りチーズ、エビ芋黄身衣揚げ、これは春菊のおひたし、あんこうの友あえ、あけび山椒味噌がけ、これあけびの皮なんだ。レンコンのごま酢あえ、レンコンのエビ包み、このレンコン薄く切って包んでるのかな、エビを。中はふわふわで外はシャキシャキ。こちらが鉄刺し、フグの刺身ですね。フグの身と皮ね。すだちをしって、フグ刺しはとても薄くスライスされており、めちゃ甘でしたよ。手書きだって、器も豪華なんだよ。すごいね。わあ、これはすごいな。大根がかつらむきじゃない？かつらむきをして多分こうくるくるもう巻いて煮てるんだろうけど、美味しい。味が染みてて、大根は大根で美味しいし、ニシンの出汁も出てるしね。こちらが黒毛和牛のヒレステーキ、ちょっとタレでいただいてみます。柔らかい、すごい柔らかい。塩でいただきます。めちゃくちゃ柔らかい。こちらサワラのけんちん焼きでございますね。サワラで包んでるんだね。追加で頼めるメニューということで、今回はこっちのねフォアグラ大根というのを頼んでみました。フォアグラ大根、上がフォアグラで下が大根だよね。フォアグラ大根ね。こちらが霜降り地養豚の鍋、これも美味しそうですね。こちらが霜降りの地養豚、美味しそうです。おー、すごい。これはてっちり鍋、骨がいっぱい入ってるけど、この骨からもすごい出汁が出てて。こちらがごぼうご飯、そしてこちらがすいとん汁、珍しいですね、すいとん汁って。これがすいとん。出来上がってますね。てっちり鍋の雑炊。そうですね。てっちり鍋の人にだけね作ってくれる雑炊を作って持ってきてくれるんだよね。もう出汁が効いてる。美味しい。美味しく作ってきてくれてるよ。またチーズケーキとリンゴのコンポート、
リスマスバージョンですね。チーズケーキ、リンゴのコンポート。量もちょうどよく大満足の食事でした。夜の本館の景色です。ロビーもいい雰囲気になっています。バー辻利へ行ってみました。こけしなどの伝統工芸品が飾られていて、一部は購入も可能でした。店内はろうそくの明かりがいい雰囲気になっています。ドリンクメニューです。カクテルを中心に幅広い種類の飲み物がありました。夜の時間を過ごせるラウンジがあるのはとても嬉しいですよね。お部屋からのタイムラプス映像です。朝雪が降っていたので外に出てみました。本館の雪景色も素晴らしいですよね。お楽しみの朝食です。朝食もお迎えに来ていただいて時の橋を渡ります。再度大正時代へタイムトリップです。タイムトリップしてきました。明るい時の雰囲気も素晴らしいです。朝食はあらかじめ洋食と和食を選ぶことができます。今回は私が洋食、妻が和食を選びました。こちらが和食ですね。和食といってもね、サラダとか普通にあって、ただこっちのね、ウーメンがこんな感じでありますね。で、デザートもあって、煮物とかね。こちらは子供用の朝食ということになってます。こちらにね、デザートがありますけども、あとはサラダと、こっちにパンが来ると思いますね。で、あとジュースですね。そしてこちらが大人用の洋食ということになります。これがヨーグルトですね。で、デザートがあってサラダと、それからご飯こんな感じでありました。これ一応和食用のご飯だと思いますけどね。そしてこちらが洋食のメニューですね。オムレツ、ベーコン、それから佐々木さんが育てた無農薬野菜サラダ、ずんだ餅、自家製ヨーグルト、養蜂家が育て直接詰めた人気の蜂蜜、そんな感じのものもね書いてますね。こちらが朝食の和食のメニューですね。これもすごい、品数も多いし内容もすごいですね。厚焼き卵、白石の竹取ファームの卵、出来たて豆腐、北海道産大豆 100%、 料理長の手作りと、お豆腐かまぼことか、無農薬野菜サラダ、手延べウーメン、これがいいですよね。江戸時代に製法を会得した地元白石の名産ということで、あとお米は笹錦ということですね。ずんだ餅もあるみたいです。こちらが出来たてパンということで、
朝焼いてくれたみたいです。すごい。クロワッサンとトーストですね。イチジクとミックスベリー、それからホイップクリームとオリーブオイル。パリッパリです。パンは焼きたてパリパリで香ばしくめちゃうまでしたよ。こちらは、復興プロジェクトの笹錦のお米でございますね。こちらはブロッコリーのサラダ。こちらがオムレツですね。中もこんな感じでトロットロです。手作り豆腐だって。プルンプルンだ。こちらのコーンスープですね。この下にね、ろうそくがこんな感じで入ってます。そしてこんな感じの美味しそうなスープになってますね。豆腐かまぼこ。カレーカレー。下から熱々だから。銀だらの幽庵焼き。こちらはヨーグルト。シロップがね、ついてますね。こちらがデザートですね。フルーツ。これあとずんだ餅ね。豆を使った餅ですよね。こちらがコーヒーのカップなんですけど、これ最初はねクローバーの形してるんですけど、飲んでいくとハートの形になるみたいです。チェックアウトです。プランと料金の詳細は説明欄をご覧ください。おかみさんが気さくに話しかけてくれるので妻が喜んでましたよ。帰りも皆さんで見送ってくださいました。釜崎温泉湯主一条いかがでしたか？まさに一条の森、タイムトリップに感動した宿泊でした。これからもいろいろな宿をご紹介してまいりますので、チャンネル登録の上他の動画もご覧ください。